フェラーリプロサングウェイを東京のストリートで走らせています。今日はね、なんか朝からちょっと曇り空で、今あられっぽいね、小雨が少し降り始めたところです。お天気予報はね、快晴だったんですけど、やっぱりね、冬なんでこういったね、通り雨みたいな雨が降ることがありますよね。今日は気温が摂氏3度しかなくて、結構肌寒い朝になっています。先日ね、箱根のワインディングでこのプロサングウェイを思いっきり走らせてきたんですけれど、いやね、予想に反して全然普通にフェラーリを堪能することができたんですね。これはね、いい意味で予想が外れたっていう感じなんですけど、やっぱり見た目のサイズ感といい、それからウェイトといい、少しフェラーリっていうにはね、ちょっとという点が何点かあったんですけれども、いやいや、いざね、しっかりとアクセルを踏んで走らせてみると、まずこのフロントのミッドシップに搭載されている伝統の V12 エンジンですよね。この自然吸気エンジンがね、とんでもないすごいレスポンスの良さと、それから意外とねトルクフルなんで、そこがこのねウィークポイントである車重を補ってくれて、そして最新のシステムが搭載されている 4WD システムが、これの味付けもね、ほとんど電子デバイスの介入をドライバーが感じることなく、でもしっかりとトラクションを稼いでくれる。そしてコーナーのね、あれちょっと曲がりきれないのかなぐらいの車速で入っていっても、決してね破綻することなく、しっかりとねぐいぐい向きを変えてくれたっていう、この辺りのマナーはとても自然だったんですね。やっぱりね、そういった味付けも含めて、車から降りた時に、フェラーリの12気筒をしっかりとドライブしたなっていうね、そういったね、ちゃんと感想、満足感を持てるというね、まさにプロサングウェイサラブレッドと名付けられているだけありましたね。でね、実際に行きはハイウェイを対応したんですけど、コンフォートモードで、ね、走っている分には、ちょっとそこはね、またいい意味でフェラーリに乗っているっていうことをね、忘れさせてくれるくらい快適で、あまりにもね快適なんで、まるでメルセデスのセダンに乗ってるようなね、そのぐらいと言っても全然過言ではないぐらい乗り心地が良くて、でコンフォートなんですね。でこれはね、やっぱり相当気を使ったと思われる外のねノイズの遮断なんですよね。ガラスもね二重ガラスになっていたりと、今室内がとても静かなんですよね。フェラーリ初の4ドア4シーターっていうことで、どのシートに乗車していてもフェラーリとの一体感を感じられる。そしてどのシートに座っていてもとても快適さもラグジュアリーさも感じることができるっていうことが狙いだったと思うんですけど、そのあたりはね完全に目標を達しているというか、まずその高級感という意味では、もちろんフェラーリですから、至る所がレザー張りでね、ドライバーもパッセンジャーも、そしてリアシートに座ったとしてもこう包み込まれる一体感がねあるんですよね。でホイールベースが 3018mm もあるんで、室内のねシートの前後のポジションとか、とっても快適な、ある意味広すぎず狭すぎずっていうね、絶妙なパッケージングがされていて、この辺りがね作り込みはやはりフェラーリが相当
探求したんではないかなっていうふうに思っています。このプロサムウェイに新しく採用されたアクティブサスペンションなんですけど、この前後のピッチングとそれから左右のロールをね抑え込んでくれるっていう新しい機構なんですが、これがねとっても自然でフラットライドなままなんですよね、車の姿勢が。それでいてねきちんと路面の凹凸を吸収してくれる、足回りもしっかりと動いていることも確認ができて、で何よりねドライバーに対してのこの伝わってくるインフォメーションっていうのも決して乏しくなることもなく、むしろね重厚さを増すというか、グリップ感も高かったしマナーも自然で、このね最新のサスペンションはとってもいいですよね。どうしてもねダンパーをハードとか選択すると動きは抑えられるんですけど、その分大きなギャップがあったりすると跳ねてしまったりとかっていうね、プラスとマイナスの要素のいいとこ取りを取るしかないんですけれど、そういう選択もね苦もなくやってのけてくれたっていう印象で、もうプラスでしかないですよね。でトルクベクタリングの動きとか OWS の動きもとってもナチュラルで、全くね電子デバイスの介入をドライバーに気づかせることもなく黒子に徹してくれて、細かいね動きっていうのはやはりもう少しシートポジションが低くてライトウェイトな車の方がドライバーは感じることができるんで、そういった点ではねよく言えばマイルド、悪く言ったらちょっと大味っぽいところは正直あるんですけど、それでもねかなりのハイペースでワインディングも駆け抜けることができましたから、まず車速はねとても SUV っていうようなジャンルの車の動きではなく完璧にスポーツカーの動きをしていましたね。その点はねこのプロサングエっていうモデルに対して皆さんが期待する通りの車であると言えると思います。でワインディングのね帰り道でたまたま高速道路で渋滞にはまったんですけれど、その時ねもうほとんどストップ&ゴーで、時速で言ったら5キロから10キロぐらい、そしてまた止まるっていうね、そんなシチュエーションで渋滞にはまって10分ぐらい走ったんですけど、その時のねこの8速 DCT のマナーがねとっても自然で、しかも扱いやすかったんですね。だからね渋滞が正直フェラーリなんてね全く似合いませんし苦手の部類に入るはずなんですけど、このプロサングエに関してはもうそういったね過酷な状況でも普通のセダンと同じような扱いやすさと、そしてドライバーにね全く気を使わせないっていうね、そういった操作系の洗練さ、このレベルがね完成されていることも確認ができて、ですからワインディングでもね総括でちょっと言ったんですけど、一体誰向きのフェラーリなのっていうね疑問がやはりねこの車1台で何もかもこなせちゃうっていうぐらいとってもね使用範囲がワイドなんで、もう全ての人に当てはまっちゃうっていう言葉が一番なのかなって今思ってますね。今こうやってね朝7時ぐらいの普通のね街中の中でゆったりと流していても、こういった走りも苦もなくこなしますから、しかもねパッセンジャーにもし誰かが乗っていたとしたら、その人はきっとね
乗り込む時にはフェラーリだって思うかもしれないんですけれど、走り始めて 2,3 分もしたらね、うたた寝できるぐらい、そのくらいね、緊張感がなくて、しかもコンフォートで静かで乗り心地もいいんで、下手するとね、フェラーリというよりはもっと上級なロールスロイスのような、そういったねラグジュアリーなセダンに乗ってるっていうイメージもあるかもしれないですね。今はねオートマティックモードで走ってますけども、時速40キロでシフトは6速、そしてエンジン回転数は約1000回転というね、このぐらい低い回転域で流す走りができるんですよね。エキゾーストノートのトーンも非常に抑えられていて、でスポーツモードにねしてあげたとしても、ほとんどねウィンドウを下げないとドライバーの耳にはエキゾーストノートが届かないくらい本当にね静か、そしてね上質なんですよね。じゃあモードを今までのコンフォートモードからスポーツモードに変更しての、ちょっとね首都高でどんなイメージなのか行ってみましょう。モードもマニュアルモードにこうしてハイウェイでも感じたんですけど、このね目地段差の乗り越える時のマナーがねとっても上質なんですよね。今スポーツモードに変更したんで、もちろんダンピングレートも上がりますから、シートに対してねコツコツ感が若干は出てきているんですけれども、それでもねギャップを乗り越える時のこの乗り越えた後の落ち着き感がねとっても上質感が高くて、不快なねボディがブルンって震えちゃうような、そういったことも全くなくて、ピタッとしてるんですよね。ですから前を走るね車のギャップを越える時のこの車の上下動の動きを見ている限り、結構大きめのギャップなんだなっていう風に身構えるね、そういったね目地段差もいざプロサンウェイで乗り越えてみると、全く車がね上下方向にピッチングしないんですよね。これは面白いな。ですからこのアクティブサスペンションに関しては本当に意識していないと、素晴らしく黒子に徹したね仕事を常にこなしてくれていて、車の姿勢が本当フラットライドなんですよね。ですから知らないでね走らせたら、あれ路面改修工事したのって思っちゃうぐらい、そのぐらいねこの乗り心地の感じ方が違いますね。前が開いたんで少し踏み込んでみましたけど、若干トラクションが逃げ気味になるところをすぐにねトラクションコントロールが介入してしっかりとグリップを取り戻してくれましたね。やっぱりねベッドだと簡単にリアがブレーキするぐらいエンジンパワーもありますから、そこはねしっかりとトラクションコントロールが介入してくれるっていう感じですね。
がウェットだとホイールスピン簡単にしちゃいますね。超えたあたりからのモリモリっとね湧き上がってくるトルク感と、それからこのエキゾーストノート、最高ですね。もうさっきまでのねコンフォートな車とは全くの別物になりますね。首都高でも確認できましたけれども、もうプロサングへの利点はこの素晴らしいサスペンションシステムですね。この光合成のね入射子が組み合わさって、そしてトランスアップスロー方式のフロントミッドのスポーツカー、全く新しい定義で作られたそうですけれども、この完成度の高さはねさすがとしか言いようがないですね。いやもうね全く緊張も強いられないですし、ずっと乗ってられるぐらい疲労感もないんですよね。この辺りが最新のねフェラーリが狙ってきたところなんでしょうね。世界中でね爆発的なヒット商品になってるみたいなんですけど、このプロサングウェイはこれはねオーナーが羨ましいですね。回路でいうとね 30% ぐらい、それでいて加速ですよ。